関ヶ原の前哨戦。どうする家康に学ぶ日本史。書簡のやり取りで勝敗が決定。関ヶ原の戦いを前に徳川家康と石田三成は膨大な書簡を出して武将たちを我が陣営にと勧誘した。そのために関ヶ原の戦いはこの前哨戦ともいえる書状合戦で勝敗が決したとも言われている。関ヶ原の前哨戦としての書簡合戦を詳しく見ていこう。歴史学ではその当事者自身、本人が書いたものは一等資料、一級資料と言われる。関ヶ原の合戦では家康や三成たちが無数ともいえる手紙、書簡を全国各地の武将たちに本人自身が書いている。まさに関ヶ原の戦いの前哨戦として行われた書簡合戦は一級資料の宝庫である。大抵の書状は右筆が書いたものが多いが、世紀の一戦を前にした武将たちはやはり自筆、肉筆で書いている場合が多いのである。1600年慶長5年6月18日、家康は上杉討伐のために京都伏見城を発した。これを知った三成は毛利輝元、宇田秀家、大谷義次らと図って家康討伐の兵を挙げる。この三成の挙兵は家康にとっては織り込み済みであることは黒田官兵衛への手紙から判明している。官兵衛への家康の書状には三成の挙兵は予想通りであるとの文面が見られる。さらに家康は伏見城を出立する際、必ず三成がこの城を襲うことを想定して同心の鳥居元忠に上書を任せている。慶長期にはこの時に家康は伏見城の千畳敷の奥座敷で一人でニコニコされていたと記されている。家康は三成を見事打ち果たし、天下統一を成し遂げる自らの姿を思い浮かべて一人越に言っていたのかもしれない。当初家康は三成が挙兵したとしても大谷義次ぐらいが味方するのが関の山だと侮っていた。ところが家康の予想に反して西軍の勢力は日々膨れ上がり、毛利輝元を総大将に宇田秀家や小西行長なども加わったという。さらに家康が伏見城の警護を島津義弘に頼んでいたが、上将の鳥居元忠に書状が届いていなかったため、義弘は入城を拒否され西軍へ組みしてしまうという失態が生じる。もしも島津義弘が入城して東軍として戦っていれば、西軍はさらに伏見城の戦いで苦戦していたに違いない。この前哨戦で綿密な三成は家康の予想以上に書簡によって味方を増やし、多数派工作を行っていた。家康は7月25日に小山評定で上杉討伐軍に加わっていた福島正則や加藤清正らをそのまま東軍にすることに成功する。すると家康は8月5日に江戸城に入ると9月1日までの約1ヶ月間、城にこもってひたすら書状を書き続けた。
家康はこの期間に200通以上の書簡を書いて全国の武将を味方に引き入れる工作を行っている。また家康は江戸に人質としていた前田利家の未亡人松にまでもひらがなのご機嫌伺いの書状を送っている。敵対する上杉景勝の隣国である伊達政宗には100万石のお墨付きの書状を与えることを家康は忘れていない。では上杉景勝はなぜ石田三成と連携して家康と対峙したのだろうか。上杉景勝は秀吉逝去の直前の1598年慶長3年越後から会津若松120万石に国替えとなっている。この威風は豊臣政権の中枢にいた三成と景勝の重臣直江兼続が実質的に行った。さらに関ヶ原前年に石田三成の次女小石殿が景勝の重臣岡重政に嫁いでいる。上杉討伐が行われたきっかけは兼続が家康に送った直江状だと言われるが、三成と景勝兼続との間には以前から強固な関係が築かれていたのである。また真田昌幸も三成とは以前から深い信頼関係を結んでいた一人である。三成は秀吉の生前中昌幸との連絡役取り次ぎを担当していた。また昌幸の五女が三成の父の養子に嫁いでいた。さらに昌幸の次男信繁幸村は三成の盟友大谷義次の娘を正室にしていた。昌幸の嫡男信行は正室が本田忠勝の娘小松姫であったことから徳川方に組みした。しかし真田昌幸と信繁が西軍に組みしたのは以上のような経緯があったからである。西軍は毛利輝元が総大将となって大阪城に入ると、三成や前田玄以が内府違いの上々と檄文を諸大名に送った話は有名である。三成は書状の中で大阪城に家康側の諸大名の妻子を人質に取ったために裏切りはないと書いている。しかし細川忠興の妻ガラシャが自殺したことで、かえって豊臣恩顧の大名たちは家康に加担した。戦いへの用意周到さ、綿密さという面で三成は家康と互角に戦った。しかし人間が何をされれば嫌がるのかという人生の機微を知るという面、人生経験で三成は家康にかなわなかった。結局関ヶ原の戦いの前哨戦ともいえる書簡合戦で徳川家康は石田三成に勝り天下を制したのである。